皆さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。今私は大阪の、あるお店にいます。お店の名前はこちらです。肉の朝津というお店です。今から夕飯を食べるんですけど、今日はちょっと特別ゲストがいます。ネパール人のウパカルさんです。はい。今日は食事をしながらちょっとウパカルさんにインタビューをしたいと思います。その前にお酒が来たので、じゃあ乾杯しましょう。乾杯。嘘かな。はい。いただきます。私は梅酒の水割りを頼みました。すみません。ありがとうございます。すみません。いただきます。すごい綺麗。つけさせていただきます。はい。すごいです。結構あれですか、外国人のお客さん多いですか。そうなんですね。チキンポテトいただきます。はい、ありがとうございます。すき焼きの美味しい食べ方、こちらメニューの真ん中の方にございますので、そちら見ながらお食べください。わかりました。ありがとうございます。はい。すき焼きです。美味しそう。お肉も綺麗。料理が来たので、まずはウパカルさんに簡単に自己紹介をお願いしたいと思います。はい、皆さんこんにちは。ネパール出身のウパカルと申します。僕のふるさとはポカラっていう場所で、観光地に非常に有名な場所。周りにヒマラヤ山脈があって、フェワ湖っていう湖があって綺麗な景色があるところです。2010年に日本に来ました。もともと留学できまして、大学卒業してからホテルグランビア岡山で働きまして、でそこからですね、主にインバウンドに力を入れるというところでインバウンドの担当をしまして、現在は大阪の方に転勤で、来ております。皆さんウパカルさんの自己紹介聞いてもらって分かったと思うんですけども、本当に日本語がペラペラですし、当たり前のようにもうビジネスレベルで、今日本で働いているので本当にビジネス日本語も素晴らしいと思います。最初ウパカルさんは、どうして日本に来たのかっていうのと、あと、今ホテルで働いてらっしゃるんですけど、どうしてホテルで働きたいと思ったのかについてちょっと聞きたいと思います。じゃあまずは留学先として日本を選んだ理由を教えてください。はい、日本はですね、先進国のやり方、おもてなしのやり方っていうのを学びたいなと思いまして、でそれで、日本を選びました。でもう一つですね、日本のお偉いさんがネパールの貧しい子どもたちのために病院とか学校とか作っていらっしゃってて、でその恩返しをしたいなと思って、日本を選びました。でその方が岡山の方だったので、まずは岡山でっていうところで、選びました。ありがとうございます。ちなみになんですけど、留学生活はどうでしたか？大変でしたか？そうですね、一番のがやっぱり言葉の壁が、一番大変でしたね。でそれを乗り越えるのに何年もかかって、でやっと出来上がったと思ったら岡山弁ばっかりねこうなってて、で、そこから少しずつ接客業務の言葉だったりとか、標準語だったりとか、丁寧な言葉だったりとか、そういったところをこうレベルアップしながら、勉強しながら、今は続いてます。ありがとうございます。今ホテルで働いてると思うんですけれども、どうしてホテルで働きたいと思ったんですか？そうですね、ネパールもね観光産業で成り立っているので、日本で学んだ技術をネパールに持ち帰りできる、そして日本とネパールのこう架け橋にもなれるっていうところで、もともとの目標が、そういう目標だったので、それに、一番安心して日本の方々にネパールにも来れるような機会が、作っていけばなというふうに思ってホテルを選びました。もう素晴らしいですね。もうネパールと日本の架け橋になりたいということで、ホテルを選んで、その前には日本を選んでくれたという話でした。ちょっとお鍋がすごい熱くなってきてしまっているので、ちょっとずつ食べながら、食べますまずは。じゃあ、いただきます。ちょっと野菜から取ります。これ春菊です。
おー、豆腐。白菜です。じゃあちょっとお肉私も入れる。お肉。日本に来て食べ物でダメなものないですか？納豆はね、だいぶチャレンジしましたけども、やっぱり無理でしたね。いや、外国人の方だけじゃなくて結構日本の方も、私もそうなんですけど、日本人でも納豆は好きじゃない方結構多いですね。わさびどうでした？わさびはね、大好きです。本当ですか？はじゃあ生魚、お寿司も大丈夫？そうなんです。寿司もそうですし、あと刺身とかね結構好きなんで。ネパールって生魚食べますか？食べないです。基本ネパール海がないので。そうだ。はい。じゃあなんか山のものというか、そうですね、野菜とか。野菜が主にあって、あとは川魚とか。川魚か。そうです。なるほど。で塩焼きしながら食べたりとか、あとは大体カレー風が一番多いですかね。カレー風にカレーにして食べるっていうのがスパイス入れて。なるほどなるほど。はい。であと肉としたら大体鶏肉とか、あとはヤギとか。ヤギ。はい。そういうのが一番多いですかね。お肉。すごい。すいません、ありがとうございます。取ってください。はい。じゃあいただきます。うわ。いただきます。柔らかい。溶ける。美味しい。北新地から歩いて10分もかからなかったかな。結構近いですよね。交通の便はすごくいいと思うので、ぜひ皆さん来てみてください。案件じゃないです。私これお金払って自分で払って食べてます。はい、食べ終わりましたので次の質問に移りたいと思います。ウパカルさんはもう日本で9年くらい働いているそうなので、日本で働いていて気をつけていることについてちょっと聞きたいと思います。主に対応するお客様は日本の方々が多かったりするので、そこでですね、初めてサービスするときにこの人に声かけていいのかなとか、そういうちょっと不安が若干あると思いますので、そこのところが、まず安心してコミュニケーションできるような環境を、自分から作っていくっていうところが、主に気をつけてますね。でそこからコミュニケーション取りやすくして、でそれが成立する場面まで持っていくのが、いろいろコンタクト、電話のコンタクトだったりとかメールのコンタクトだったりとか、そこの部分で、ある程度距離がだんだん近づいていってるというような感じが一番主にあるかなと思いますね。ありがとうございます。やっぱりホテルのスタッフの方ってすごく敬語を使うと思うんですよね。で敬語ってこのねビデオを見てる方々もすごく苦労してると思うんですけれども、そういうビジネス日本語だとか敬語っていうのはどうやって今まで勉強してきたんですか？そうですね、学校とかで勉強するといっても、限られてるのでなかなか勉強ができないっていうのもあるんですけど、一番日本語の、覚えるやり方っていうのが、誰かの真似をするっていうのが一番覚えやすいですね。であとはですね、テレビとかニュースとか見ると、一番最新に、流行ってる言葉だったりとか、そういったところが、主に流れるので、そこから、自分に必要な部分を吸収しながらそれを自分の言葉のように変えていくっていうのも一つですし、僕の場合ですね、主に、休日とかねあんまり家にいないタイプなんで、外に出て、いろいろホテルを見ながら、でそこのホテルの方々が使ってる言葉とかを、自分なりにピックアップして、でそれを自分で、吸収した言葉を、使えるシチュエーションに合わせていくっていうのが一番多かったかと思いますね。
今聞いてもらった通り本当に努力家だと思います。やっぱりネパール語と日本語って本当に全然違う言語なので、まず勉強するのも難しいですし、漢字も本当に難しかったと思うんですよね。私最初ウパカルさんにお会いしたのは実は、こちらの動画、岡山にあるホテルグランビアでしたよね。こちらの撮影許可を取るときにウカパルさんが担当してくださったんですね。で、お名前はね外国の方だっていうのは分かってたんですけど、メールのやり取りから本当にもうビジネス日本語完璧、敬語も完璧で、もしかしたらずっと日本に住んでる方なのかなって思ったら、留学で来日して、そこから自分でさっきもおっしゃってたように休日ホテルに行って、で注文してお店の人がどう言ってるかその敬語を聞いたりとか、本当に努力されてる方なので、だからこそこうやってね今本当に有名なホテルで働いてるんじゃないかなって思います。でウパカルさんは今ホテルでお仕事をしてるんですが、実は社会貢献の一つとして、もうボランティアって言ってもいいですよね。実はいろんなところに講演会をしに行ってるんですね。なのでちょっとその内容とか、あと、講演会で気をつけてること、話し方とかについてちょっとお聞きしたいと思います。まずはですね、インスタグラムをね拝見したんですけれども、講演会ってどういうお話をされるんですか？そうですね、この度は、非常におかげさまで、いろいろなところから声かけるようになりまして、で主にですね、野口健さんの登山家野口健さんのサポートをいただいて、ネパールに学校が作ることができまして、でその関係でですね、主にネパールの現状を聞きたいっていう方々が非常に多くて、で少しでもたくさんの方々にネパールの現状、教育の現状をたくさんの方々にお伝えできればなと思ってまして、主にはネパールについてっていうところも、講演の場面も多くなっていると思います。でそれ以外にですね、岡山にいた時もそうなんですけれども、主にインバウンドの担当しておりましたので、そのインバウンドのお客様に、来ていただいて、でこの日本に、そして岡山に、そして、この近辺にですね、瀬戸内エリアに、安心して過ごしてもらえるようなその環境づくりっていうのも県だったり市だったり、そちらの方々に協力してもらいながらやっておりましたので、でその自分の経験を、どういった経験してどういうふうに外国人のお客様が来てもらえてるかとか、そういったところとか経験とかもシェアするっていうような形で講演会をやってますね。すごいですよね。自分の母国についてっていうのと、ホテルのスタッフとしてホテルで働いている人として、インバウンドの状況とかを伝えてるっていうことなんですけど、講演会に参加する人は日本人ですよね。そうですね、基本はもう 100% 日本の方々です。なのでもちろん講演会でも、日本語で話してると思うんですけれども、そういった時に何か注意してることとか意識してることってありますか？そうですね、大体ね、喋る方々、スピーカーっていう方々が、基本はやっぱり自分の話が最後まで聞いてほしいっていうのが、その思いで皆さん多分喋られると思うんですけれども、そこ僕も同じ感覚でですね、基本は、最後まで話聞いてほしいし、で基本は眠くならないような形で間に必ず冗談が入れるんですね。でジョークを入れながら、最後まで話を聞かすっていう、そういったところが、非常に努力してます。はい、今日ウパカルさんにインタビューさせていただいたんですけど、最後に日本で働きたい外国人の方に向けてウパカルさんから日本語とネパール語でアドバイスをお願いしたいと思います。お願いします。そうですね、日本でまず働きたいと思ったら、まずはやっぱり日本語が、一番大事です。日本語をしっかり勉強していただいて、もちろんできればね、漢字まである程度イメージしていただいて日本に来られると非常に過ごしやすいところです。で先進国ですし、でまた日本の方々すごく優しい方々が多いので、その環境は、まずはですね、言葉の壁だけ解けていただければ、働きやすくなる環境にはなると思いますので、ぜひともですね、そこ日本語の意識を高めていただいて頑張ってきていただければと思います。
नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जापान जो आउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई जापानिज भाषा राम्रोसँग पढेर आउनु होला। यहाँ आयो भने अब नेपालको भन्दा एकदम फरक वातावरण छ। सुरुमा त्यो वातावरणमा भिज्नको लागि समय लाग्न सक्छ, तर 2-4 वर्ष यहाँ मेहनत गर्दै गयो भने अवश्य राम्रो नतिजा निकाल्न सकिन्छ। विश्वास गरेर आउनुहोला, आफूमा एकदम धैर्यता जोस जाँगर लिएर आउनुहोला। धन्यवाद। नमस्ते 初めてウパカルさんがネパール語を話しているのを聞きました。本当に日本語が流暢なので、皆さんももしねウパカルさんみたいに日本語をもっと上達したいとか、ビジネスレベルの日本語になりたいっていう人がいたら、ぜひこのインタビューを参考にしてもらえればいいかなと思います。ウパカルさん、今日はお忙しい中ありがとうございました。こちらこそ貴重な機会ありがとうございました。はい、じゃあ今日の動画はここまでにしたいと思います。また来週お会いしましょう。バイバイ。ありがとうございましたネパール語で私は日本人ですってなんて言うんですか？もうジャパニーズもう一回。もうジャパニーズほもうジャパニーズほもが私、もう私ジャパニーズほが人ですか？人。おー、もほはですもジャパニーズほバイバイ